はい、皆さんこんにちは。本日はじゃん、ポリジェルの基本の流れからオフまでをまとめた動画になります。簡単に長い爪を楽しみたい人や自分の爪の形じゃ満足できない、そんな方はぜひ最後まで見ていってください。それではどうぞ。はい、まずは必要なものを紹介していきます。まずこれポリジェル、簡単に長さ出しができるジェルなんですが、これはキャンドゥのものです。で、私は100均の中でキャンドゥのものが一番使いやすいので、今日はこれでやります。これ550円だったかな。はい。あとはエタノール、ベースジェルとトップジェル。私のおすすめは何回も言ってますが、ダイソーのものが好きです。あとお好きなカラージェルで、これポリジェル、今日クリアなものを使います。なので上から自分の好きなデザインをしたりカラージェルを塗ったりできるんですが、もしそれがめんどくさいという方はこうやってもともと色がついているポリジェルっていうのもキャンドゥにたくさん出てますので、そちらの色でやったらカラージェルは必要ないです。ちょっとまだ変わるかもしれないんですが、これ使ってみようかな。あとポリジェルに必要なのが、はい、こういう長さ出し専用のチップっていうのが売ってます。で、私が見たことあるのがキャンドゥかセリア。これセリアで売ってたんですけど、私はセリアのやつの方が使いやすいので、今日はセリアのもので使っていきます。これと、あとはこういった平筆、ちょっとジェルを鳴らす時に使うんですが、鳴らせるものだったら何でもいいです。私は筆でやっていきます。あとはネイルのライト、これはもうマストですね。ライトちょっと汚い。はい。あとはキッチンペーパー、ちっちゃく切ったものと、あと下に引く用のものもあればいいかなと思います。はい。あとは最後はこういうファイルで、100均にもこうボコボコしたやつ、ジェルを削るやつなんですけど、これは、はい、一番ボコボコしてるような爪やすりみたいなのを用意してください。はい、こんな感じかな。はい、結構私忘れるので、忘れた時はまたその時に報告します。あ、でオフに必要なものはオフの紹介する時にまたご紹介します。はい、では始めていきます。簡単なケアは初めてのセルフジェルネイルっていうのを動画で紹介してるので、気になる方はそちらで見てみてください。ちょっとこっちでは長くなるので割愛します。はい、今日もこのゴミ袋を使っていきます。ゴミ結構出るのでこれあると便利です。ここがテープになってて、外すとここテーブルとかにペタって貼れて、この中にゴミが入れれるよっていう感じのやつです。100均で売ってます。はい、じゃあまずはこれエタノールで、はい、キッチンペーパーで爪の油分除去をします。今日見本は親指でやっていきます。はい、こんな感じで乾かして、で先に、はい、じゃん、チップの大きさを選びます。これベースをつけた後とかにまたやっちゃうとベタベタになったりするので、一番最初にやった方がいいです。少し自分の爪よりも大きめのものを選んであげた方がいいです。でもし専用のチップが今ないよっていう方は、普通のチップでもポリジェルができるかどうかっていう動画を出してるので、ちょっとそれ気になる方は見てみてください。で OK だったらまた戻ってきてください。でこれ親指のチップを決めたら、次に、はい、このベースジェルを塗ります。はい、こんな感じです。で硬化します。はい、終わりました。ベタベタしてるので触らないように気をつけてください。はい、そしたら次またこのチップと、はい、先ほどのポリジェルを使っていきます。あとエタノールと筆も使います。まずはポリジェルをこのチップの裏に出します。はい、こんな感じ。どれくらいの爪の長さにしたいかっていうのでもうポリジェルの量変わってくるんですけど、まあ最初はちょっと
やってみてっていう感じですね。意外と多かったり少なかったりしちゃうので、この状態で爪にのせる前にポリジェルを伸ばしていきます。で伸ばす時にこの筆を使いたいんですが、なんか硬い。はい、筆変えました。普段あんまりジェルで使わない筆の方がいいと思います。はい、使い分けをしなきゃなって思いながら、私は結構同じの使っちゃうんですけど、はい、で伸ばしていきます。でコツは、この根元のところはあまり厚くしない方がいいです。ビヨンって出てきちゃうので。はい、こんな感じで伸ばしました。でこっからがちょっとドキドキ。あんまり根元に近づけないように、これくらい開けて私はいつもやってます。で空気が入らないように根元から先端に向けてグッと、こんな感じです。で裏も今日は綺麗なんでこのままやりますが、またボコってなっちゃってる場合は裏も慣らしてから硬化してください。はい、こんな感じです。はい、じゃあ硬化します。はい、 LED ライトで約1分って書いてます。はい、1分硬化しました。そしたらここを持ってこう外す。チップをキッと、こんな感じです。こんな感じになりました。そしたら、はい、ここから削るのでキッチンペーパーを置いて好きな爪の形に削っていきます。あとここに少し段差ができてると思うので、この段差も軽く削ってください。後でここに段差埋めるのにベースジェルも塗るので、そこまでしっかり削んなくても大丈夫です。でもすごいあまりにもボコッとしたり埋められそうにない厚さが出てしまった場合は削ってください。ここで爪の形も好きな形に整えます。ここで長さ調整もできます。なのでどれくらいの爪の長さにしたらいいかわかんない方はちょっと長めに準備してあげるといいかなと思います。こっちからの角度も気にしながら削ってあげるかいいと思います。なんか意外とこう見たらボコボコだったり変な風になったりすること多いので、はい、好きな形に削れたらもう一回エタノールで拭いてあげてください。こんな感じで。そしたらまた今度このベースで段差を埋めるのとカラージェルが密着しやすいようにベースをもう一回塗ります。ポリジェルに色がついてる人も一応綺麗に仕上げるっていう意味ではベースジェルを挟んであげる方がいいかなと私は思います。はみ出たら拭いてあげてください。でここの段差がちゃんとなくなったかどうかと綺麗なフォルムになったら硬化します。はい、じゃあ次はカラージェルを塗っていきます。これはもうお好みの色で、私は今日やりたいネイルがあるのでそれに向けてデザインをしていきます。ちなみに100均のカラージェルの中で白が一番塗りやすいのはキャンドゥだと思っているんですが、皆さんはどうですか？ただちょっと混ぜてあげないとしばらくぶりに使うのでまだらになっている。白は一番塗りにくいんですよね。この際とかも結構雑さが目立つので白はごまかせない。
ちょっと一度で綺麗に塗るのは難しそうなので、一度硬化してもう一回塗っちゃいます。で、このデザインあんまり気にならない人は飛ばしていただいて大丈夫です。はい、カラージェル終わりました。では最後に、はい、こちらトップジェルを塗ったら完成です。はい、じゃあこれで硬化したら終わりです。はい、こんな感じでできました。で、こうサイドがちょっとボコボコしたりした場合は、この目の細かい爪やすりで少し何回かさっさとやってあげれば大丈夫です。このサイドとかが結構難しいので、私はまだまだ綺麗にできないんですが、できなくても大丈夫。ボコッと出てるなって思ったところだけそこに当てて軽くこう何回かしてあげると、はい、こんな感じでできました。いかがですか？で、綺麗に仕上げたい場合はオイルを塗ってあげるといい感じです。これも100均です。はーい、全部の指完成しました。ガチャガチャで、最後にこれを終了です。はーい、実はこのついてるやつも100均のクレイジェルで作ってます。もしちょっと気になるよっていう方はいいねボタンとかコメントお願いします。一応動画に撮ったんですが、編集するかまだ決めてないので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いてはオフムいきます。はい、じゃあ皆さんオフやっていきます。はい、こっちはちょっとイレギュラータイプなので、昨日新しくつけました。この親指をオフしていきます。はい、必要な道具は小さく切ったコットンとアルミホイル、一番最後にケアしたい方はネイルオイル、爪切りとダストブラシ、爪やすりの目の粗いボコボコしたやつ、あとこういうプッシャー、これも100均です。ジェルネイルリムーバー、100均のでも落ちるかどうか、はい、やってみます。あとはキッチンペーパー。じゃあやっていきます。まずはダストが結構出るので、下にキッチンペーパーを引いて、爪切りでこの長さ出しした余分なところを切っちゃいます。はい、こんな感じになりました。そしたら今度はこの目の粗いヤスリで表面を削っていく。この時この皮膚をあんまり削らないように気をつけてください。私は結構大雑把にやっちゃうので削っちゃうんですが、結構削っちゃって大丈夫です。はい、じゃあこんな感じで削れたら、これをしっかり落とします。はい、こんな感じで上を削れました。そしたら今度これを使います。これに、はい、これジェルネイルリムーバーを染み込ませて、これを上にのせます。で、肌が弱い人はここになんかクリームとかオイルとか塗ってあげるといいかもしれないです。はい、でリムーバーが蒸発しちゃわないようにアルミホイルでくるんで、この状態で10分待ちます。はい、10分経ちましたので外してみます。こんな感じです。はい、でこれ全部の指いっぺんに皆さんやると思うんですけど、これを外すのは1個ずつにした方がいいです。蒸発しちゃうので。でこうやったらもうジェルが柔らかくなってるので、これで外していくと。
はい、私いつもはピールオフベースを使っているので、実を言うとこうやって外すのはちょっと初なんですが、意外とペラって外れますね。はい。で、昨日つけたばっかりなので、なんか外れやすくなってたっていうわけでもないのに、こんな感じで外れました。はーい。これ大丈夫そう。全然使える。はい。皆さんこれセリアだったかな、買ったのは。売ってるので。外すときはこれ使ってみてください。はい。こんな感じで取れました。で、ここでちょっと爪のボコボコとかが気になる方とか、あと大体このネイルしてる人って外したら次のデザインを続けてつけたりすると思うんですが、ちょっと今回は爪を休ませたいなっていう時は、こういう目の細かい爪ヤスリ100均にも売ってるので、こういうので表面ちょっと整えてもらって、こんな感じで整えてもらって、でもうこの後はしっかり手を洗ってください。石鹸で手を洗って、で最後にこれネイルオイル、これも100均です。ネイルオイル100均のものをこう塗って終わりです。オイルを比べた動画とかも出てるので、よかったら見てみてください。これすごいいい匂いなのでおすすめです。ちょっと高いですが。はい。で、さっきは1回でポロってすぐ取れたんですけど、もし1回で取れない場合があったら、もう一回同じ工程繰り返して、で外していくっていう作業をしてください。私は結構ズボラなのでこれをリサイクルして使ってしまうことがあるんですが、はい、新しいものを使うか使わないかは皆さんの自己判断でお願いします。はい、本日はこのポリジェルで長さ出しをする基本の流れからオフまでを説明する動画になりました。いかがだったでしょうか？私も自分の爪がちょっとこのままでネイルするよりも少し長くした方がデザインを楽しめるなっていうことでこのポリジェルを使い出したんですが、もちろん地爪で楽しむ時もあるんですけど、やっぱりずっと地爪だとちょっと強度が弱くなってきて、またリセットするために切ってって言った時にポリジェル使ったりとかをしてますので、皆さんもよかったら楽しんでみてください。次はチップでの長さ出しもちょっとチャレンジしてみたいなと思ってある商品を買ってみたので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チラチラチラー。